三島おこぜをさばいていきます。おこぜはね、唐揚げとかよく聞きますよね。なのでね、唐揚げいきたいと思います。でね、おこぜここがね、硬いんですよ。ここわかるかな？ここも。なのでこの辺りでね、手切っちゃうんでね、ここ気をつけながらね、まず頭を落としますね。
はい、タイです。今回はね、三島おこぜをね、唐揚げにしました。おこぜってね、煮たり、焼いたり、お刺身にしたり、いろいろあるんですけど、今回のね、唐揚げ、僕はね、唐揚げがね、おこぜは一番合うんじゃないかなと思います。白身魚なんですけど、身のゼラチン質というかね、柔らかさが上げることで柔らかくなって、鶏肉以上の旨味と鶏肉以上に柔らかさがあって、唐揚げにはね、本当にね、適した食材だと思います。もうおろす時も身がねボロボロになりにくい、おろしやすいですし、味付けも塩と胡椒で、ニンニクをね僕はすりおろしました。ニンニク以外にも生姜とか、ちょっとしたね薬味系のね香り付けしてあげるとね、さらに香ばしさ、旨味が増すと思いますので、塩とね胡椒とニンニク、もうこれぐらいでいいですね。で揚がってからですね、揚がってからちょっとね別の調味料でね味付けとかしてあげるといいかな。揚げる時間は結構ねしっかり揚げちゃっていいです。皮が皮付きなので結構ね皮を柔らかくしたいんですよね。結構水気をねしっかりと飛ばしてあげてください。壊しちゃダメなんですけど、衣を触った時にカリカリカリっとしてね、表面の片栗粉がカリッとゴロッと固まってればいいかな。でね、もう熱々をね一気にガブッとねこのまま頬張ってください。もうねまさに鶏肉以上の唐揚げだっていうのがねよくわかる料理だと思います。はい、今回の動画が楽しかったら高評価と、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でタキでした。バイバイ。